ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。どんなテーマなんだろう？早速確認しよう。これは、私が大学に入学して、一人暮らしをした時に遭遇した出来事です。当時住んでいたアパートは単身者向けの部屋が並んだ、2階建てのよくある作りをした学生向け賃貸アパートでした。築年数は古め。正直言うと不動産屋の案内時から、あまり良い印象はなかったのですが、部屋を探した時期が遅く入学まで時間がなかったこともあって、内見に付き添ってくれた父と相談しながら仕方なくその物件に決めました。私が入居したのは2階の道路に面した角部屋でした。部屋を決めてからは慌ただしく引っ越しを済ませ、すぐに入学式。しばらくは慣れない大学と都会での一人暮らしで精一杯になりましたが、引っ越しから1ヶ月も経つと生活に余裕も生まれてきます。ある日、自転車で帰宅して敷地の裏から共用廊下へ戻った時でした。ドン。突然、廊下の端にあった部屋から大きな音が聞こえました。1階の道路とは逆側にある、私の部屋から正反対に位置する部屋です。なんだろうと思ってその部屋に近づくと、今度は内側から全力でドアに体当たりでもしているかのような音が、ドン、ドン、と連続して響き渡り、ドアノブがガチャガチャと乱暴に動きました。何してるんだろうと不審に思いながら私が眺めていると、部屋の中から人の声が聞こえてきました。おい、誰かそこにいるんだろ。部屋のドアが開かないんだ。外からドアを開けてくれよ。焦った感じでイラついている、低い男の人の声が聞こえました。今考えれば放っておけばよかったのですが、私はつい声をかけてしまいました。どうしたんですか？部屋のドアが開かないんだ。そっちからどうにかできないか？どうにかと言われても、そう言われてドアを見渡しましたが、特にドアが開くのを邪魔しているような異常は見つかりません。ドアノブも普通ですし、そもそも内側からドアが開かないというのもおかしな話です。こちらには特におかしなことはありませんよ。そんなはずはない。ドアが開かないんだ。ドアを開けてくれよ。男はドアノブをガチャガチャと揺すり、会話の最中にも扉をバンバンと叩きます。実は、私はこの部屋に誰も住んでいないことを知っていました。アパートを紹介された時、不動産屋にどの部屋が空いているのか聞くとこの部屋が空室だったんです。位置的に悪いのか薄暗い印象がありましたから、この部屋は嫌だなと思ったので覚えていたんですよね。それについさっき敷地の裏を通った際に、窓から部屋の中が空だったことを実際にこの目で見ていました。カーテンがない窓からは室内が丸見え。家具一つない空き部屋で、出入りを妨げるようなものなど何もありませんでした。おい、開けてくれよ。そこにいるんだろ。なあ、このドア開けてくれよ。その後も続く声とドアを叩き続ける音にそう受け立った私は、その場から逃げ出しました。自室に戻る気すら起きず、その日は24時間営業のファミレスで夜を明かしました。結局、父親に無理を言って引っ越し費用を出してもらった私は、入居からわずか2ヶ月でそのアパートを引き払うことにしたのです。あの部屋の中にいたのは何だったのでしょうか。泥棒が空室に侵入なんてしませんよね。あの時、扉を開けたら私はどうなっていたのか。もしかしたら何か言われのある部屋だったのかもしれませんが、今更調べる勇気もありません。別に良いのです。知りたくもないし、関わりたくもありませんから。内側から開かないっていう訴え。あれはどういう理屈なんだろうね。物理的な鍵の問題じゃないだろうな。その部屋に閉じ込められた記憶が、場所そのものに定着している。男の声が焦っていたのは、自分が死んでいることに気づかず、今もなお出られない迷路に迷い込んでいるからかな。案内の時に印象が悪かったのは、最初から部屋が拒絶してたんじゃない？もし、あの時ドアを開けてあげてたら、入れ替わり、出方り手が閉じ込められてたかもしれない。その場に残った念の強さ。関わらなくて正解だ。
ある日私は会社から1ヶ月間の出向を命じられ、地方都市へ向かいました。1ヶ月の宿泊は会社が用意してくれたマンションです。しかしそのマンションは、仕事場から、車でも2時間かかる離れた場所にありました。知らない土地、知らない人たちという環境に加え、通勤に2時間は正直辛いと感じました。そこで私は仕事場の近くに宿泊所となる物件はないか探しました。とりわけ観光地でもないその町には、ホテルや旅館などはありませんでした。まあ1ヶ月の辛抱だしな、と諦めかけた時、出向先の事務員さんが、ここから15分ほどかかるんですけど、隣町の賃貸マンションを紹介してくれたのです。私は早速、不動産屋へ飛び込み、その賃貸マンションを借りる手続きを取りました。そこは周りの建物とは不釣り合いの高層マンションでした。不動産屋さんと空いている部屋へ向かい、ドアを開け中に入るとひんやりした空気の中に、カビ臭い匂いを感じました。背後にゾクッとする人の気配のようなものを感じ、振り返りましたが誰もいません。腕組みをしながら部屋中を見渡しましたが、ちょっと何かがありそうな予感はしました。空いている部屋はここだけですかと尋ねましたが、どうやらその部屋しかない様子でした。仕方なくこの部屋を借りることにした私は、一つしかないという鍵を不動産屋さんから受け取りました。翌日の朝、エレベーターに乗り、1階のスイッチを押しました。仕事だるいなぁなどと思いを巡らせていると、いつの間にか1階についていたのでエレベーターを降りようとしました。するとその時、初めて女性が一緒にエレベーターへ乗っていたことに気づきました。あれ？どこで乗ってきたんだろう？どこかでエレベーター止まったっけ？私がエレベーターへ入った時、確かに誰もいなかったはずです。ですが昨日は会社が用意してくれたマンションからの移動に、夜遅くまでかかってしまったので、きっと寝ぼけていたんだろう。気づかないうちに乗ってきたんだろうと思い、あまり気にも留めませんでした。そして一日の仕事が終わり、マンションへ戻った私は、エレベーターを待っていました。ふと朝の出来事を思い出し、周囲を見ましたが誰もいません。確かに私一人だけです。誰も乗っていないエレベーターに乗り込み、13階のスイッチを押しました。エレベーターが13階へ到着して扉が開き、降りようとすると、また朝いた女性が乗っていたことに気づきました。思わず声を出しそうになるほど驚きましたが、こんばんは、と小さな声で挨拶をしてエレベーターを降りました。私の頭の中は怖さと驚きでいっぱいです。確かに誰も乗っていなかったはずでした。突然、パッと女性が目の前に現れたのです。翌朝、エレベーターに乗るのは怖かったのですが、13階から階段で降りるのも、と思いエレベーターを使いました。しかし例の女性と乗り合わせることはありませんでした。なんだ、やっぱり私の思い違いか。と、私はほっと胸をなで下ろしました。とある日、私は残業となってしまい帰宅が深夜になりました。エレベーターを使って部屋まで直行し、真っ暗な部屋に明かりをつけた瞬間、背後に強烈な人の気配を感じました。人がいるはずもありません。でも、背後に人の息遣いをビシビシと感じます。冷や汗が垂れるほどの緊張と恐怖の中、私は心の中で、1、2、と数え、3、で思い切って後ろを振り返ってみました。後ろにはエレベーターで乗り合わせた、あの女性が立っていました。私は絶叫しながら部屋を飛び出しました。そして最寄りの交番へ飛び込み、警察官と一緒にマンションへ戻りました。部屋に入ろうとすると、開けっぱなしで飛び出したはずの、ドアの鍵がかかっていました。ですが鍵は私の服のポケットの中です。オートロックではないマンションですので、鍵をかけなければ鍵はかかっていないはずです。警察官と一緒に部屋の中をくまなく探しましたが、誰もいませんでした。お疲れのようですから、勘違いでもしたんでしょう。と言い残して、警察は帰っていきました。その日の夜は恐怖で部屋にいるのも嫌でしたが、
もうかなり遅い時間です。とりあえず一晩過ごすことにしました。しかし部屋にいると、どこからともなくシーンと静まり返った部屋に、女性のすすり泣く声が聞こえるのです。もうダメ。これ絶対何かある。そう確信しつつ、私は布団をかぶりながら念仏を唱えて時間が経つのを待ちました。その一晩は、間違いなく私の人生の中で一番怖い瞬間でした。翌朝、朝一で不動産屋さんに行きました。これまでの経緯を息もつかず話しすると、不動産屋さんは申し訳なさそうにこう言いました。実はあの部屋は、事故物件で本来ならお貸ししない部屋なのです。しかしお客様がどうしてもということでしたので。そして以前にあの部屋へ住んでいた女性が自殺をしたこと。一人でエレベーターに乗り13階のスイッチを押すと、女性が現れるという噂があったこと。13階の部屋は人の出入りが激しいことなどを話してくれたのです。やっぱり、女性は本当に現れるんですね。不動産屋さんは独り言のように呟いていました。女性がなぜこの部屋で自殺をしたのかはわかりません。女性にはここで一緒に暮らしていた男性がいたそうなのですが、その男性も同じ頃に別の場所で自らの命を絶ったのだそうです。そして2つあったはずの部屋の鍵は、1つしか見つからなかったという話も聞きました。会社から用意されたマンションに戻った私は、無事に出向期間を終えて普段の生活に戻りました。その後その地域には一度も足を運んでいませんが、あのマンションは今でもあるのでしょうか？誰もいないはずの密室で、気づいたら隣に立ってる女性、か。絶対に無理。挨拶してる場合じゃないよ。部屋までついてきて、暗闇で背後に。心臓が止まっちゃうってば。逃げ出した後のドアの鍵がなぜか閉まっていた。見つからなかったもう一つの鍵を、彼女が持っていたのかもな。二人の命を奪った13回っていう数字が、そもそも不吉なイメージがあるよ。エレベーターは異界へ繋がる昇降機になりやすい。特定の条件で現れる彼女は、今も誰かが13回を押すのを待っている。今から30年ほどくらい前でしょうか。私は当時暮らしていた寝屋川市から、千葉県の船橋市に引っ越すことになりました。アパートは現地の不動産で決めようと思って引っ越したのですが、時期が3月末ということもあって空き部屋がなかなか見つかりません。しばらく船橋駅近くの不動産屋を巡っていると、黄色い背景に黒い文字で店名が書いてある看板が目に入り、そこに寄ってみることにしました。店内に入って空き部屋があるか尋ねてみると、その時そばにいた下町のお母さん風の女の人が、私のところならいいわよ。と言ってくれたため、即決しました。その方のアパートは不動産屋さんから歩いて数分のところにあって、2階建ての1階がその部屋でした。周りが建物に囲まれていて日が差さずジメジメした感じの部屋でしたが、ここから私の新しい生活が始まるかと思うと、ワクワクしていた記憶があります。ところが、その部屋に住み出してみると、気になることがいくつかありました。まず、引っ越し当日に窓の外から女の人の声で、立ち退くんだ早くという声が聞こえてきました。私は驚いて窓を開けると、近くの建物の2階からこちらを見て女の人が叫んでいます。どうしてそのようなことを言ってるんだろうかとは思ったのですが、数日すると言わなくなったため、気にしないことにしました。また夜になって近くへ買い出しに出た時なのですが、トランペットの音が物悲しくなり響いてきました。その音は重く寂しくなり響いていましたが、どこから聞こえるかわかりません。さすがに不気味な感じがしたのですが、部屋に戻ってくると聞こえなくなっていたので、この音も気にしないことにしました。私は仕事先がまだ決まっていなかったので、翌日から就職先を探し始め、1ヶ月後くらいには、無事就職先も決まりました。新しい仕事は覚えることが多くて大変でしたが、充実もしていました。そんなある日、夜に寝ていてふと目が覚めると体が動かないのです。
手を動かそうとしても動かない。寝返りを打とうとしても動かない。目ははっきり開いて天井の様子をしっかり見えているのに、顔も動かない。当時、金縛りというものを知らなかった私は、何が起きているかわかりませんでした。私は怖くなって、とうなりながら、渾身の力で腕を払うように動かしたら、やっと動けるようになりました。疲れでも溜まっているのかなと思ったので、とにかく体を休めようと再度寝ました。ところがその日以来、私は毎日のように金縛りになりました。そして何度も金縛りになって慣れてくると、今度は体が動かないだけでなく、体に何か重たいものが乗っていることに気がつきました。あまり細かいことは気にしない性格の私でしたが、得体の知れない体験が怖くなって部屋で寝れなくなりました。とは言っても部屋で寝るしかなかったので、とりあえず電気をつけて寝てみます。不思議と電気をつけて寝ると金縛りには合わなくなり、やっと安心して寝れました。しかし数日後の夜、今度はドアの向こうに、誰かが立っている気配を感じたのです。ドアの向こうで私を呼んでいるような感覚、というより声が聞こえたような感じがあり、ドアを開けたのですが誰もいません。気のせいかなと思い部屋に戻ったのですが、やはりまたドアの向こうにいる感じがします。正直すごく怖かったのですが、仕事のストレスか何かで、精神的に病んできたのかもしれないと思うようにして、音楽を流しながら眠ることにしました。音楽で気は紛れたのですが、今度はどこかでかすかにトランペットのような音がします。音楽を消すと消えるので、どこからかはわかりません。しかし確実にトランペットの音が聞こえてきます。なんだこの部屋はと思った私は、大家さんに自分が体験したことを話しました。すると、大家さんは、そう。出たの。実はあの部屋には前に若い女性が暮らしていたの。彼女は千葉の大学に通って吹奏楽でトランペットを吹いててね。それがある日トランペットの練習を部屋でしていたら、近所の人にうるさいと怒鳴られて殴られて、亡くなってしまったのよ。それ以来部屋に人が住むと出るようになってね。黙っててごめんね。でもトランペットの音が聞こえたっていう人は、あなたが初めてだから、きっとあなたに聞いて欲しかったのかもしれないね。と言って、涙を流していました。私は幽霊の存在を信じていなかったし、彼女の姿は見ていません。しかし無念な死に方をしてしまったので、思いが強かったんだろうなと思うと、彼女が不憫に思えて仕方がありませんでした。後日大家さんから彼女のお墓を聞き出した私は、お参りに行きました。それ以来、部屋での恐怖体験はぱったりとなくなりました。彼女はきっと、天国でトランペットを、心置きなく吹いているんだと願いたいです。怨念というより、悲しみを感じるね。理不尽に夢を絶たれた彼女の演奏が、止まらずになり続けている。大家さんが涙を流して謝ってくれたのが、せめてもの救いだね。お墓参りに行ってから現象が止まったのは、自分の音を聞いてくれる人を探してたからかな？金縛りで体に重いものが乗る感覚は、彼女が最後に受けた衝撃の再現かもな。幽霊を信じていなかった語り手が、その思いを受け入れたことで、彼女の時間はやっと動き出したんだ。今回の舞台は全て集合住宅。薄い壁一枚、ドア一枚隔てた先には、前の住人の剥製のような時間が残っている。新生活のワクワク感の裏側で、部屋そのものに品定めされてるみたい。みんなの住まいの空いているスペース、そこは本当に誰もいないかな？空き部屋から音が聞こえても、絶対に反応しないようにね。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。